FF8 と聞いて、一番最初に思い浮かぶことはそうですね初めてファイナルファンタジーで、主題歌が入ったので、歌ですねが入ったので、そこは非常に印象深く覚えてるというか、最初に浮かぶのは歌のメロディーかな。まず FF8 で思い出すことといえば、FF7 はもう宣伝プロデューサーという形で、プロモーション全般やってたんですけど、8で初めてプロデューサー職ということで、最初のプランの立案からマスターアップ、皆さんの打ち上げまで全部の起承転結を初めて全部やらさせていただいて、本当に幸せなひとときだったなと、いろんなことが勉強できた一作でありますね。はい。FF7 から8に変わるという時にどうやって成功させるかという、ご質問だと思うんですけど、これに関してはやっぱり7で学んだことですね。7って実は日本では自社でやったんですけど、欧米は結構ソニーさんとの提携といいますか、お願いしてソニーさんの力を結構借りてたんですよね。で8はもう最初からもう7の勉強をさせてもらって、8は自らもっと積極的にグローバルを含めてやれたらいいなというのがテーマとしてあったので、7でやったノウハウプラス8はもっとグローバルで自分たちも活躍できたらいいなとは思って動いてありました。はい、そうですね。ファイナルファンタジーの世界観、近未来的な FF 的な世界観についてなんですけども、7でサイバーパンク調の世界観をやったので、やっぱその延長上でより未来、近未来とか FF な世界観を目指そうとは当初からしてました。ただやっぱりファイナルファンタジーっていうやっぱりタイトルなので、あまりにもSF や近未来感が強すぎてしまうと、またそれはそれでファンタジーから乖離してしまうところがあると思っていたので、実はなんですけど、これはあんまりこの20年間あまり外では言ってないんですけども、やっぱりファンタジーとかおとぎ話っていうのがやっぱりベースにあってほしいと思っていたので、見栄えは SF や近未来な、見栄えではあるんですけど、グラフィックスではあるんですけど、やっぱりストーリーのベース、世界観のベースにやっぱりファンタジーとかおとぎ話っていうのをベースに置きたかったので、魔女という、キャラクターを出して、ちょっとファンタジー要素、実は魔女ってFF8 には2つあって、西の地区にいい魔女がいて、東の地区に悪い魔女がいて、西の魔女と東の魔女っているんですよ。でそのキーワードでピンとくる方いるかもしれないですけども、一応東の魔女が非常に悪い魔女で、その魔女が住んでる地域には、エスタって都市に住んでるんですけど、エスタはエメラルドグリーンの色をしてる都市なんですよね。でちょっとそのキーワードでもしかしたらピンとくる方いるかもしれないけど、僕の中ではオズの魔法使い的な要素、エッセンスっていうのがちょっとベースにあって、そこでちょっとおとぎ話もしくはファンタジー的な要素っていうのを8の世界観を構築するときにインスパイアを受けてるというか、その世界観のベースにいて構築していって、最終的にはその要素っていうのはどんどん薄まっていくんですけど、ストーリーの最初、世界観の最初形作る時にはああいうオズの魔法使いのようなファンタジーベースのストーリーが念頭にあって構築しました。そうですね、キャラクターをリアルにしてリアルスケールに近い形になって、バックグラウンドの方、エンバイロメントとかそのあたりとかは一番そちらの方にもリアリティがすごく求められるようになったので、より細かくやっぱりなっていくディティールを求められる。それはやっぱり大変だったので、そこのディティールとかを埋めるために実際に、学校がテーマだったりとかしたので、実際の学校とかにロケハンに行ったりとかして、いろんなそういったディティールのリアリティの情報をインプットしに行ったりして、結構そういう意味では一つ一つ作るのにそうやって結構コストはかけてたことがあったりしましたけど、そうですね。あとはやっぱりクラウドが
FS7 の時にこうでっかい、ディフォルメされた形で作ってたんで、割と絵の視認性、ゲームとしてのその視認性を上げることは割と簡単ではあったんですけど、それがやっぱり細くなってリアルになってこうカメラが引いた状態になってくるので、そういう意味ではちょっと絵作りに結構苦労したことありました。あともう少し開発的に付け加えるとすれば、やっぱり FF7 っていわゆる移動キャラクターとバトル中のキャラクターとイベントシーンのキャラクターってやっぱり全部ポリゴン変えてそれぞれのパートを作り分けてたんですけど、できるだけ8はとにかく同じできるだけ等身でやりたいということで、イベントシーンだろうが移動シーンだろうがバトルシーンだろうがほぼスケール感的には同じように作られてるんですよね。その分のおそらく開発プログラマーの人たちってすごい開発的に言うとおそらくメモリ設計とかすごい大変だったろうなとは思うんですが、テーマとしてはそのキャラクターの等身とかできるだけ維持してやろうねというのはすごく最初の大前提のテーマでした。そういう意味では割とまだ昔のゲームの記号性というかシンボル的な扱いでキャラクターは使えてたんだけど、リアルになったので今度はちょっとその絵作りのやり方が変わって苦労したってことですね。そうです。キャラクターの表現のディティールは全て同じモデルを使ってやってたんですよね。で7の時はまだ実験とかもしてたりとか、ゲームの遊び心地でそのもう頭身とか見た目をもうコロコロその場で変えちゃってしまってたんで、まだそれはゲームとしてはまだ扱いやすかったんですよね。オープニングのシーンもスコールとサイファーがこう剣で決闘するシーンから始まるんだけど、実は真剣に決闘しているシーンのように見えて、いざ種を明かすと実はこう朝の、練習風景だったみたいな。だから日本でいうとこう朝練っていうんですけど、朝でクラブ活動入ってる人は朝にこうそれこそ野球部とかサッカー部入ってる人は朝に勉強する前に練習するっていう習慣があって、それは朝練っていうんですけど、最初のオープニングのシーン、サイファーとスコールが決闘してるシーンは実はこう朝の訓練風景、朝練のシーンだったっていう部分は、我々のこうその学校時代の経験から来てるシーンです。FF8 はそうですね、ビジュアルで一番最初にその世界観とかどうこうとかっていうところをやっぱりこう考えてたところも楽しかったは楽しかったんですけど、どちらかというとそのキャラクターがよりリアルに出せるようになったので、頭身も上げてってでリアルに出せるようになってて、ドラマがもう少し見せれることがやっぱり最初から分かってはいたので、印象的なシーンをどう作ろうっていうところからスタートしましたね。で一番最初にやろうとしてたのがスコールとリノアがこう2人がラブストーリーであることをやっぱり伝えたかったゲームだったので、そこの2人の一番印象的になるシーンっていうのをやっぱり出したいと。ですのでやっぱその2人がこう抱き合うところの直前までのショットを何回か対応したりとかして作ってたんですけど、あそこ当時木田さんと哲さんとかな、結構話して詰めて、で映像のディレクターとも相談したりとかして、でそこを作り込んで、で色のキーカラーもそこで決めたり、あの時そうだな、哲さんは確かキーカラーをテキーラサンライズでとか、なんかそういったオーダーをしてきて、そんなに酒飲まないはずの男がなぜその酒の色とかっていうのをちょっと思ったんですけれど、でも当ててみたらすごい綺麗だったんで、これだったらその夕日のシーンにしようだとか、そういったどんどんカラーとか絵のグラフィックのトーンが決まってきて、でそれからあとはその天野先生にロゴをお願いする時とかも、やっぱりそこのシーンの続きっていうところでやっぱ象徴になるようにロゴのイラストレーションを描いてもらおうとかお願いしていったりとか、やっぱそこら辺の一連のところを一番こう思い入れ持ってやってましたね。はい、ガーディアンホース含めてファイナルファンタジー8の新しいゲームのメカニクスを設計するに対してですけど、8の、バトルシステム全般はアクティブタイムバトルを発明した伊藤博之さんが8も設計しているので、
彼が非常にこうなんだろうなFF8 に関しては今までの RPG とは違ってとにかく新しいシステムを導入しようっていうコンセプトが立ち上げの当初からあったので、その伊藤さんがガーディアンホース含めてあとはドローシステム含めて全部設計しました。 FF8、自分らもよく、プレイ開発の終盤になると自分らでもテストプレイしたりとかやっぱりやってみるんですけれど、当時バトルのディレクターだった伊藤さんがそのジャンクションのシステム、ジャンクションというゲームのそのシステムを作って、その時10年早かったかなみたいなことを当時言ってたのをちょっと覚えてたんですよ。でもしかするとちょっとそことっつきづらいのかなっていうようなイメージでその当時も思ってて、実際自分らでデバッグで触るんですけど、別に全然その時はそうは思わなかったんですけれど、逆にその言葉通りであるならばもうそれから結構時間も経ってきてるんで、そのシステムってやっぱりもう、当時そのぐらい特徴的なシステムだったわけですよね。だけどそれは自分らもやっぱりすごく気に入っていて、その世界観だとかシステムとかがすごくうまく融合してたものだったと思うので、それは今遊んでみてももしかすると結構新しい驚きがあったりとか、新しいその遊びの感触が今のゲームにないものがそこにあるかもしれないので、そういったところはぜひ触れてみてもらえると嬉しいですね。8のミニゲームに関しては、その後いろんなサイトとか、今も使ってるのかな、いろんなサイトでミニゲームとしてまだ遊べるぐらい考えられてはいるので、やっぱ誰でも遊べるんだけど奥が深いっていうゲームが8に限らずなんですけど、いろんな FF の中には散りばめられていて、それを今の人がいまだに遊んでいただけるってのはすごくいいことだなと思ってます。トリプルトライアットがどのように作られたかっていうんですけども、そうですね、FF 前作の FF7 でいろんな形のバイクゲーム、スノボーゲーム含めていろんな形のミニゲームがあったんですけども、8に関してもミニゲームは入れたかったんですけど、7とは違うものを入れたかったんですね。それはどういうものかというと、7はゲームセンターでプレイするようなゲームだったんですけども、8においてはよりその8の世界の住民が昔からプレイしているような馴染みのあるような伝統的なゲームのようにプレイしているものっていうゲームを導入したかったので、彼らが、その世界で昔からプレイしているカードゲームっていう設定を、考えました。で当時我々のリアル世界の中でも、トレーディングカードゲームっていうのが非常にトレンドになっていたので、その辺の、あたりから発想を得て、FF8 の世界の中でカードゲームを、みんなが住民が遊んでるっていう世界を、設定しました。そうですね。FF8 の好きなキャラクターといえば、やっぱスコールですよね。やっぱスコールがかっこいいなというか、頭身もかっこよかったし、武器がやっぱかっこいいですよね。あれはやっぱ印象に残ります。はい、実際この間行ったイタリアのルッカとかもうスコールだらけでびっくりしちゃった。みんなガンブレードを持ってかっこいいスコールがまた似合うんだよね。ヨーロッパの人似合うなと思って。でさらに補足すると、そのガンブレード的な発想のものが架空のものだとばっかり思ってたら、ベネチアの映画祭に行った時にサンマロコ広場にそのベネチアの歴史みたいな博物館があって、その中にそれに似た実際にですね剣があって、おいおいおいちゃんと裏付けがあるんだみたいな、ちょっと驚きましたね。そういった歴史があるんだなと。我々たち8で一番好きなキャラクターなんですけども、もちろん主人公キャラクターたちもいいんですけど、今回やっぱり魔女というのが非常に特徴的な敵というかキャラクターなので、キャラクターデザイナーの野村哲也が実はそのファイナルファンタジー7用に書き起こした魔女のイラストがあって、でそれが非常に僕が気に入ってたんですよね。で
最終的に7ではそれは採用されなくてこうお蔵入りになったんですけども、僕そのずっと印象に残ってたので8の制作の時にそういえば7の時に魔女のイラスト描いてたよねっていうのを野村に話して、そのイラストを引っ張り出してきてくれたので、じゃあこれ今回の敵に決めようと。やっぱりさっきも言ったように SF 要素じゃなくてそのファンタジー要素を入れたかったので、その魔女のキャラクターを、8の今回の敵という設定したっていう思い出があるので、非常にそういう意味では魔女の、イデアですね、イデアを非常に好きなキャラクターです。8でそうですね、好きなキャラクターを思い返してってクラウドはその人として好きかどうかって言われたら結構やっぱ性格が癖が強かったりとかするところがあって、それが今度8になった時もやっぱりまたこう癖の強い主人公だったりとかして、で今度はちょっとどっちかというとそのキャラクターライズとしてキャラクターです、性格がどうかなって今振り返って考えてみると、スコールはちょっとそこまで俺は正直好きになれないかもと思った時誰かなって考えたらゼルだなと。やっぱこうすごくストレートで分かりやすい男で、男もああいう男好きっていうような感じになれそうなタイプの、キャラクターだったんで、ゼルは結構好きなキャラクターですね。FF8 の思い出は野村哲也さん曰く、僕がプロデューサーで発表会でスコールの名前を間違えたっていうのをいつも未だに言われてます。はい。FF8 だとそうですね、バックグラウンドデザインした時に一番こう自分が面白かったなと思ったのは、やってて楽しかったのが、エスタの街ですかね。エスタで後半のところに出てくる街があるんですけれど、その時ちょうど何だったんだろう、自分の中でその半透明のもの、がなんかこうすごく自分の中で流行ってた時期があって、例えば半透明のこう服着ててみたりだとか、半透明のリュック着てたりとか、ちょっと自分でもその時どうかしてたと思うんですけどそういったのがこうすごくハマってた時期があって、でそういった今度じゃあ街もちょっと登場させてみたいっていう、いつの間にかちょっと思うようになって、その半透明のものでできた、いずれちょっとこれも世の中で流行るだろうってなぜか確信があって、で先にちょっと入れてみてって、スタッフの人に頭どうかしたんですかって、やっぱりそういうような感じでこう思われてたと、それに近く直接は言えないけど、それに近いような感じのこと、何言ってんだろうこいつみたいなことを思われて進めてたんですけど、その後にちょうど当時iMacでモデルが出たりとかして、やっぱり半透明のやっぱああいうスケルトンブームとかが起きたりとかして、ほら俺の言った通りじゃないってその時ちょっと勝ち誇ったことがあってなんかそういった時にうまくはまってすごく良かったことを覚えてます。好きなっていうか、その見た目の攻撃シーンのビジュアルが非常に好きなのは、気に入ってるのはリヴァイアさんですね。リヴァイアさんは通常それまでのシリーズだとリヴァイアさんで登場してきて、すごいこう津波を起こしたり、非常にこう水の攻撃、迫力のある水の攻撃をするのが特徴なんですけど、8のリヴァイアさんは自らこう地面をこう盛り上げ隆起させて、でそこからこう自らがこう自分の体を水に変化させて、その盛り上がった岩場を滝のようにこう落ちていくっていう、そのねビジュアルが、エフェクトを担当している、スタッフがこう、毎回毎回力を入れて作るんですけど、一番そのリヴァイアさんのその滝の表現が非常に素晴らしかったので印象に残ってます。FF8 でやっぱ好きなシーンといえば、冒頭のですねそうですね、バトルシーンもすごくいいんですけど、やっぱ2人のダンスシーンですね。ちょっとエンディングが触れるのやめて、やっぱ2人のダンスシーンってやっぱり今までゲームって小さなキャラクターが小さなキャラクターなりにすごく演技をしてたっていうところが結構あったんですけど、8に関してはもう完全にそうですね、映画のようにそういったダンスシーンとかも演出できてたので、素晴らしいなと何回も見直しました。ファイナルファンタジー8でですね、一番自分のお気に入りなシーンですけども、もちろんやっぱり、今回もネタバレしないシーンでいうとですね、僕ってよりこうスペクタクルな戦闘シーンっていうのがやっぱ好きなので、
8の中ではそのガーデン対ガーデンっていう学校対学校の対決シーンがあるんですけど、その空中戦があるんですけど、そこでこう非常に生徒同士がこう何百人の生徒同士が非常にこう戦うシーンがあるんですけど、そこが非常にこうなんだろうスケールの大きいシーンなので、そこは非常にお気に入りです。まあもちろん思い出のねファニーな思い出もそうなんですけど、やっぱりオープニングのバトルシーンですね。バトルシーン、上陸用シューテで上がってって機関銃で、まあいわゆる敵の、メカマシンを壊すシーンっていうのも何回見たし、こうオープニングでこう、ここにこうちょっとね傷がついたんですけど、その時にこう羽がパーンと散っていくあたりとか、やっぱ素晴らしい演出だったな。ゲームもすごいここまで来たんだなってのはすごく感じました。やっぱり当時のこと結構やっぱ覚えてないなやっぱり FF8 はそうですね、そのラブストーリーだとかドラマを打ち出すっていう、そういう意味ではちょっとやや癖があるような打ち出し方だ、シリーズから見たらナンバリングの中から見たら、ややちょっと癖のある打ち出し方をしたタイトルだったかもしれないですけど、意外と個人的にはすごく気に入ってて、今でも時々8好きですってなんかこうやっぱりそこの好きでいてくれた部分が自分らのこだわったところ、そのさっき言ったそのドラマティックなところの部分とかに対して今でも大切に思ってくれてる人たちがいるようなところ、そういった部分はやっぱ自分でも好きですので、またもし今から何かの機会に触れてみられることがあったら、ぜひそこは遊んでみて触ってみて感じてもらえると嬉しいなと思います。ファイナルファンタジー8をまだプレイしてない方が、初めてやる方に対してのアドバイスなんですけども、実は8ってバトルシステムはやっぱりそれまでのファイナルファンタジーと、もしくはその後に出てきたファイナルファンタジーとも結構違ってて独特で、ジャンクションとドローシステムってのがあるんですけど、結構システムが奥深いので、ドローシステムっていうのがあるので、ドローばっかりやっていると実はもっと効率の良い方法が他の手段でカードを使った方法ですごいバトルが楽になったりとか、いろんなユーザーさんの、試し方によって非常に攻略方法が変わるゲームなので、できたらですね一つの方法だけに攻略方法を求めないでいろんなトライをしていただけると非常にバトルが面白くなるんじゃないかなと思っています。FF シリーズで8が特殊している部分があるとすれば、やっぱりもちろんFF2 とバトルとかドラマのバランスはあるんですけど、僕の中の印象ですよ。僕の中の印象としては初めて学園ドラマの中で合わせて恋愛も含めてすごく人の表現がすごく中心に描かれて、人間性がすごく溢れるところがやっぱ楽しかったなと。学園であり恋愛でありで、それからファンタジーの世界も融合するという学校というテーマはすごく印象的だったなと思います。